皆さんこんにちは、フジロクです。今回は抹茶モンブランタルトを作っていきましょう。まずはじめにタルト生地を作っていきます。ハンドミキサーでバターを柔らかくして、そしてこの中に粉砂糖を2回に分けて加えていきます。粉砂糖を入れてすぐにハンドミキサーのスイッチをつけると軽くて飛び散ってしまいますので、必ずこのようにぐるぐると混ぜて馴染んでからハンドミキサーのスイッチをつけるようにしてください。このように白っぽくふんわりと仕上がったら、この中に卵黄を加えてさらに泡立てていきましょう。卵黄が混ざってふんわりと仕上がったら、この中にアーモンドプードルを加えてさらに混ぜ合わせていきましょう。そしてこの中にふるっておいた薄力粉を一気に加えてさらに混ぜ合わせていきます。生地がまとまればラップの上に取り出していきましょう。そしてここからが大事なポイントです。ラップの上に生地を取り出したら少しこねるようにしてください。基本的にタルト生地はこねるとダメだというイメージあると思うのですが、ボウルの中で混ぜるこの作業ですね、結構混ぜムラがあります。バターがちょっとムラになっていたり、粉っぽいところがありますので、必ず目で見て混ぜムラがないか確認して、そして生地を薄くしてから冷蔵庫に入れるようにしてください。タルト生地を冷蔵庫で1時間ほど寝かせている間に、続いてアーモンドクリームを作っていきましょう。アーモンドクリームは先ほどと作り方がよく似ています。バターを柔らかくして、そして粉砂糖を2回に分けて加えていきます。続いて卵、アーモンドを加えていきます。薄力粉が入らないだけで作り方は基本的には同じになります。粉砂糖を2回に分けて加えて白っぽくふんわりとしたら、この後は全卵を加えていきます。先ほどのタルト生地は卵黄で、アーモンドクリームは全卵になります。間違えないようにしましょう。全卵は2回に分けて加えてください。一気に加えてしまうと分離の原因になります。必ず2回に分けてその都度しっかり混ぜるようにしましょう。卵が混ざったら、この中にアーモンドプードルと抹茶の粉を加えていきましょう。抹茶の粉はダマになりやすいのですが、しっかり混ぜるときれいに溶けてくれます。どうしてもダマになるのが気になるという方は、あらかじめふるっておいたものを加えるようにしてください。抹茶アーモンドクリームが完成したら、こちらもラップをかけて冷蔵庫で冷やしておきましょう。タルト生地、アーモンドクリームともに1時間ほど冷蔵庫で冷やしてください。そして冷蔵庫で1時間ほど冷やしたものがこちらです。すごく硬そうなのがわかりますよね。タルト生地は冷蔵庫から出したばかりはキンキンに冷えていて、硬くてなかなか伸びません。なので常温で少し戻す、もしくはこのように手でほぐしてあげると柔らかくなります。必ず柔らかくしてから生地を伸ばすようにしてください。タルト生地がきれいに伸びたら、それでは型に敷き詰めていきましょう。ラップで生地を挟んでタルト生地を伸ばし、そしてきれいに伸びたら、このようにラップを上だけ外してタルト型を置いて、ひっくり返して敷き詰めていきます。そしてすぐにラップを取らずに、ラップをつけたままで構いません。タルトの角のところをめがけて生地を押し込んでいきましょう。そしてこのタルト生地ですが、すべて使い切りの配合になっています。タルト生地ってね、綺麗に伸ばして綿棒で落とすというイメージあると思うのですが、落とした分がどうなるのって思いませんか？もったいないですよね。私のレシピは全部使い切りになりますので、このように全部敷き詰めて綺麗に手で調整してみてください。
そしてこちらができたらタルトの底の部分にフォークで穴を開けていきましょう。しっかり下まで貫通させるようにしてください。タルト生地の穴がちゃんと貫通していないと底が浮いた状態で焼けてしまうことがあります。しっかりフォークで貫通させて、そしてこの中にアーモンドクリームを敷き詰めていきます。そしてこちらはあればで構いません。栗の渋皮煮を入れていきます。渋皮煮がない場合は入れなくても構いません。その他、濡れ小豆などを入れるととっても美味しく仕上がります。170度に予熱しておいたオーブンでおよそ40分から50分焼いていきましょう。タルト生地は結構焼き時間がかかります。最低時間が40分、最高で50分、60分かかることがありますので、皆さんのオーブンで調整してみてください。続いて抹茶モンブランクリーム作っていきましょう。私が使っているこちら、サバトンのマロンペースト、とっても美味しいです。マロンペースト何買おうかなって悩んでる方、ぜひサバトン買ってみてください。おすすめです。サバトンのマロンペーストかなり硬いので出すとき必ずスプーンで取り出してくださいね。ゴムベラで出してしまうとゴムベラが欠けてしまうことがあります。私も何度かやったことがあるので、必ず皆さんはスプーンで取り出すようにしてください。そして別のボウルにバターを入れて柔らかくしておきます。そしてこの柔らかくしたバターとこちらのサバトンのマロンペーストをハンドミキサーで混ぜ合わせていきましょう。このようにふんわりと仕上がったら続いて抹茶のペーストを作っていきましょう。抹茶の粉末の中に熱湯を2回に分けて加えていきます。抹茶やココアというのはかなりダマになりやすいです。ただこの先ほどのモンブランのクリームに抹茶の粉だけ入れても混ざらないんですね。抹茶、ココアというのは基本的に別のボウルでしっかり練ってダマをなくしておく。それから混ぜるというのが基本のルールになります。そして今回はこの中に抹茶のリキュール入れたいと思います。こちらカルーアミルクでとても有名なカルーアが出している抹茶のカルーアです。これですね、結構美味しかったんでおすすめです。なかなかカルーアの抹茶売ってないんで、もし手に入らなかったらラム酒でも構いません。抹茶の中に熱湯とリキュールを入れてこのようにきれいに混ざったら、先ほど作ったモンブランクリームの一部を入れてハンドミキサーで混ぜ合わせていきましょう。ゴムベラで一すくい入れてきれいに混ざったらもう一すくい加えてください。2回ぐらいゴムベラですくって混ぜ合わせたらこんな感じでかなりきれいなクリームに仕上がります。それではこの抹茶のクリームとモンブランクリームを混ぜ合わせていきましょう。最後はゴムベラで構いません。泡立て器でもいいのですが、どうしても端っこの部分がきれいに混ざらないので仕上げはゴムベラで混ぜましょう。続いて生クリームとグラニュー糖を合わせたものをしっかり泡立てていきます。硬さは8分立てを目指して固く泡立ててください。そしてこの生クリームのおよそ半分をモンブランクリームに加えていきます。モンブランクリームと生クリームをしっかり混ぜ合わせて、これで抹茶モンブランクリームの完成です。それでは仕上げをしていきましょう。先ほど残しておいた生クリームをまずはじめに絞っていきます。タルトはですね、できたら焼いてから3日から5日は寝かせた方が美味しいです。なので、もしプレゼントで作りたいという時はですね、タルト生地だけちょっと早めに焼いておいて、冷凍もできますので、冷凍などで熟成させて、それからデコレーションするのをおすすめします。
そして今回の配合はクリームかなりたっぷりめになっています。配合通り作ると私のケーキより少し大きなケーキになります。なので頑張ったら2台分作れるぐらいのクリームの配合になってますので、たっぷり絞っていただいてもいいですし、2台分作っていただいても構いません。皆さん自由にたくさんね、盛り付けしてみてください。そしてこの抹茶モンブランクリームなんですけど、作ったらすぐに絞るようにしてください。冷蔵庫などに入れてしまうと硬くなってしまって絞ることができません。必ず作って柔らかいうちに絞るようにしましょう。今回の抹茶モンブランタルトなんですけど、下の部分がタルトじゃなくてもかなり美味しく仕上がります。最近私がアップした動画にレアチーズケーキあると思うんですけど、レアチーズケーキの上に乗せると和風のレアチーズケーキになったりするので、皆さんいろんな土台で試してみてください。このクリームすごく万能なので、意外と何でも相性がいいです。抹茶のモンブラン風にしたいときはぜひこのクリームを使って応用してみてください。クリームが絞れたら仕上げに泣かない粉糖と上の部分に渋皮煮を乗せていきます。こちらもあればで構いません。渋皮煮の部分にナパージュを塗っていきましょう。ツヤがあるとすっごく綺麗に見えますね。そしてこちらもまたあればで構いません。豪華に見せたいときは真ん中に金箔を置くとかなりケーキ屋さんに近いモンブランタルトに仕上がります。はい、それでは皆さん断面が気になると思うのでカットをしていきましょう。カットをするときは必ず包丁を温めてから切るようにしてください。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後まで見ていただいた皆さんありがとうございました。今回の抹茶のモンブランタルトですが、生放送で質疑応答ライブというのをよくやっているんですけども、ライブ配信中にあったリクエストにお答えしました。時々生配信やっていますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をして一緒に勉強していきましょうね。ではまた次の動画でお会いしましょう。